こんにちは、ミッキーです。今回は銀座有楽町2024年最新カフェ6選としてご紹介します。コロナ禍以降、ますます開発が進む東京。そんな東京においても、これからがさらに楽しみな大人のエリアが銀座有楽町です。現在、有楽町ではビルの老朽化に伴う建て替えが進んでおりまして、昨年には多くのお店が惜しまれつつ閉店しました。一方で、新しいお店が続々と誕生しているのも事実。2024年時点ですでに話題を集めるお店がたくさん登場しています。とはいえ、百聞は一見にしかず、ぜひその目でその足で見どころあふれる店舗を体験してみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはクリスピークリームドーナツの東京国際フォーラム店です。まさかチェーン店の紹介かと思う方もいるかと思うんですけれども、もちろん紹介するには理由がございます。こちらは出来たてのオリジナルクレーズドが味わえますクリスピークリームドーナツでも希少な店舗。実は国内でも出来たてのオリジナルグレーズドが味わえますのはここ東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、船橋ララポート東京ベイ店の全部で3店舗のみとのこと。そんなこちら東京国際フォーラム店は2022年の4月に誕生したばかりで、クリスピークリームドーナツ最大級のフラッグシップ店になっています。そんなフラッグシップ店だからこそ限定メニューの販売なんかもありますので、そういった点でも注目ですし、大きなロゴの看板と大きなガラス張りの外観はとてもおしゃれです。もちろん中に入っていただいてもいいですけれども、外からも店内の様子をよく見ることができまして、東京駅というビジネスマンが行き交う場所だからこそ充電も可能なスペースは結構ビジネスマンにも重宝されています。中はとても天井が高くて、椅子やソファー、テーブルなどのインテリアはドーナツをあしらったようなまん丸い形がモチーフになっているものがたくさんありますので、そんなポップで可愛らしいデザインも SNS 映えするかなと思います。先ほど申し上げました通り、作業用にゆっくりできるようなカウンター席もあれば、グループで楽しめるようなテーブル席もございます。クリスピークリームドーナツと言いますと、どうしても若者向けなイメージがあるかもしれませんけれども、この店舗はやはり客層が高いということもありまして、割とビジネスマンの方々が一息つきつつ、ドーナツを味わいつつ、商談をしているような様子も伺いました。さて、今こちらはドーナツを映してるんですけれども、フラッグシップ店ということで、ここでしか味わえない限定スイーツもございます。クリスピークリームプレミアム東京シリーズは、メルティングストロベリーマウンテンが人気ということでございまして、そんな限定スイーツはぜひいただいてみてほしいです。なんとそちらはベリークリームがたっぷりとかけられた上で、中にはアイスがくれています。他にもプレミアムバタークリームラムレーズという大人のメニューもありますし、ランチタイムに人気なのはドーナツバーガー、甘いものだけというイメージのドーナツも覆してくれます。さて、こちらはお得なモーニングセット。モーニングの時間帯11時まではドリンクを1杯注文することでオリジナルクレーズドが1個無料でついてきますので、個人的にも利用しているお得なサービスです。ぜひ皆さんもご活用ください。続いてご紹介しますのはネイバーズブレッド日比谷というところです。こちらは日比谷にあるんですけれども、日比谷駅の一つとなり、内幸町から歩くと最も近いので、もし2線を使われる方はそちらから訪れていただくのがいいかもしれません。とはいえ、日比谷公園を横切っていただくとたどり着きますので、日比谷からでもたどり着けます。さて、こちらは宇都宮発祥の人気ベーカリー、ザ・スタンダードベーカーズさんが運営している店舗。過去にスタンダードベーカーズさんは東京駅の丸の内特集でご紹介してますし、そちらの系列のクロワッサン専門店もご紹介してますので、過去の動画もぜひ参考にしてほしいです。さて、そんなザ・スタンダードベーカーズさんが運営しているこちらのカフェ。2023年の9月にオープンしておりまして、スタンダードベーカーズさん同様、素材にこだわった本当に美味しいパンを焼きたてで楽しむことができます。こちらの店はオフィス街の中にもありますので、出勤前やランチタイムにも誰もが気軽に立ち寄れるようなベーカリーカフェ。ということで結構テイクアウトの方が多いという印象もございます。ですので、後でご紹介しますけども、店内結構広々とした席があるんですけども、割と空いてるイメージでもございます。
またそちらの席に関しても充電も可能で Wi-Fi も使えたりしますので、実はビジネスマンの方がこちらで一息つきながら作業していただくというのもおすすめかもしれません。そんなこちらのネイバーズブレッド、あえてスタンダードベーカーズさんと名前を挙げているのはセカンドブランドとして立ち上がったからとのこと。中に入りますとご覧のように美味しそうなパンがずらりと並んでいまして、値段も300円前後でいただけるものが非常に多かったのでお手軽にいただけるというところもおすすめの点です。例えば 2,3 個購入した上でドリンクをセットにしていただいても1000円かからないので、美味しいパンでありながらもお財布の挑戦をできるというところはサラリーマンにとっては嬉しいポイントですよね。パンで購入した場合には、例えばミーティングの間に15分だけ空いてるけども、お弁当を食べきるには少し時間が足りないなといった場合にもニーズに合わせていただくことができるという点も個人的にはパン屋さんを活用している背景ではございます。また、こちらで購入したパンに関しましては、後でご紹介しますけれども、店内にありますバルミューダのトースターでリベイクすることもできますので、まるで焼きたてパンのような風合いでいただくことができるというのもおすすめなポイントです。さて、そんなネイバーズブレッドさん、ベーカリー直営ということで、小麦粉にもこだわりがございます。焼き上がりの香りが格段に良く、独自の甘みを持つ北海道の希少小麦北の香りを使用しています。パンの種類もご覧のようにとても豊富でございまして、ハード系や甘いもの、そしてこちらのバーガー系やサンドイッチなどのお食事系のパンもありますので、がっつりといただきたい方にもお勧めできるようなメニューがたくさん並んでいます。また、こちらの店舗では、モーニングの時間帯やランチの時間帯には、セットにすることで少し安くドリンクいただくことができますので、そちらもおすすめなポイントです。さて、こちらはバルミューダのトースターでリベイクしている様子です。ご覧になっていただいてわかるかと思うんですけども、リベイクすることでさらにその風味豊かにいただくことができました。さて、こちらはこの日にいただきましたモーニングドリンクとクロックムッシュ、クリームパン、そしてブリオッシュ、ピューテ、ピスターシュです。せっかくなので少しお値段が張るパンを頼んでますけども、定番系を頼めばもうちょっと安く済ませることができます。さて、こちらのブリオッシュですけれども、生地にピスタチオクリームがたっぷりと絞られていまして食べ応えがある一品。こちらのクロックムッシュはライ麦と全粒粉を使用した風味豊かな乾パンにグラタン、ゴーダチーズ、ベーコンが合わさったボリュームたっぷりの一品。クリームパンにはこだわり卵を使った濃厚カスタードクリームが入っていまして、しっかりとした味わいが魅力的でございました。続いてご紹介しますのはこちら、東京ミッドタウン日比谷からレクサスミーツというお店です。こちらは2024年4月にオープンしております。もともとレクサスのカフェがあったんですけども、新規一転新しいお店として生まれ変わっております。こちらの店舗はまるで心地よくドライブを楽しみながら全国各地の魅力に触れながら旅するような気分に、ゆったりとした空間で和スイーツや食事を楽しめるトヨタレクサスプロデュースのカフェをイメージして作られています。多くの人に心地よく笑顔で過ごしていただきながら、道や車が紡いできた人や地域の温かいつながりに思いを馳せてほしい、そんな思いでオープンしています。そんなトヨタさんの思いがたくさん詰まったこちらのカフェ、試乗もできるというレクサスの大きなマークが目印の上質なラウンジのような入り口。本当に空間が抜群で、このタイミングではまだ結構オープンしたばかりでしたし、まだ人が入ってなかったんですけども、私が着席してから約30分以内にはほとんど満席になってしまっていました。テーブル席はもちろんのこと、広さのあるソファー席もございまして、心からリラックスして過ごすことができました。旅やドライブの魅力には、訪れた先で出会うスイーツやご飯にもあります。そんなご飯やスイーツとの出会いをイメージし、様々な魅力的なメニューを提供してくれています。スイーツは和を中心に魅力的なメニューの数々。日本の五街道で出会えるものをお団子で表現した日比谷五街道団子。そちらは後でご紹介しますので詳しく見てほしいです。また、トヨタとゆかりがあります愛知県で長年愛されます甘味どころ、秋月堂のかき氷、あんこと旬の果実を挟んだどら焼きなんかいただくこともできます。この日もお一人様で訪れてかき氷だけいただいている方もいましたので、この中で気になるスイーツだけいただきたいという方でもおすすめです。そして和だけではなくて、東北の日立農園奥久慈蘭のバスクチーズケーキも人気だということでございますので、気になる方はそちらも注文してみてほしいです。そして個人的にお勧めしたいのが定食メニュー。ご飯は季節の野菜をたっぷりと使った定食メニューが並んでいます。沖縄県産の塩でじっくりと柔らかく煮た豚角煮と旬の野菜をせいろで蒸したごまだれでいただく塩角煮とせいろ蒸しの定食や、160年以上の伝統製法で作られた富山県砺波のそうめんを使ったメニューを楽しむこともできます。
さらにコーヒー好き必見なのはドリンク。レース前に必ずコーヒーを愛飲していたというレーサー、小林カムイさんのオリジナルブレンドの提供もあるということでございますので、例えば先ほどご紹介したようなバスクチーズケーキと組み合わせていただくのもおすすめです。こちらのオリジナルブレンドに関しましては、ルワンダ産のコーヒー豆を2つの焙煎度合いに入れ分け、グアテマラ産の豆をブレンドして作ったというこだわりの一品。ここだけでしか味わえないような特別な一杯になっていました。さて、この日にお出しましたのは、銀だらと旬の野菜、酒粕西京焼き定食でございます。こちらのメニューは、銀だらと季節の根菜を酒粕を加えた味噌にじっくりと漬け込み、西京焼きにしたものをメインに、サラダ、お味噌汁、ご飯に漬物がつきまして、心も中も満たされるような定食です。そしてせっかくなので、こちらの日比谷五街道団子と和紅茶であります出雲紅茶もオーダー。東海道から抹茶あん、中山道から栗あん、日光街道からいちごあん、甲州街道から赤ワインあん、そして奥州街道からずんだあんがたっぷり乗った5本の団子。ぜひセットで少しだけお得になりますこちらの出雲紅茶と合わせていただいてみてほしいです。もちろん上質な広々空間も味わってみてください。続いては2024年1月にオープンしました東銀座からロアーコーヒー東京銀座でございます。こちらはレインボーラテアートが有名なお店でございまして、私も一度は試してみたかったそんなお店です。一日にリズムが生まれ、いいスイッチが入るような一杯を、力強くインパクトのある味わいと美しいレインボーラテアートが楽しめる希少なお店です。このお店は一度見たら忘れられない唯一無二の美しさを持つレインボーラテアートを日本で初めて提供したお店だと言われています。本店は八丁堀にありまして、そちらの店舗にはジャスティン・ビーバーが来店したこともあるとのこと。そんな話題のお店が2024年にさらにアクセスがいい東銀座にもオープンしました。店内を入ってまず気になりますのは、真っ白い店内に鎮座する甲冑。銀座という街が外国人に人気だということも踏まえまして、日本らしさを象徴しているのかもしれません。そんなこちらのお店に使われていますロア。ロアという単語は英語でライオンなどの猛獣が咆哮するうなり声とのこと。その雄たけびのように力強くインパクトのあるコーヒーを味わってほしいとの思いからこの名前になったとのことです。この真っ白な外観、そして内観はお城の漆喰をイメージしたとのこと。さらにこちらの甲冑は明治時代初期の子供用の甲冑とのことで、シンプルなデザインのテーブルや椅子とのコントラストが何とも不思議な空間にしてくれています。こちらの店は朝8時からオープンしていまして、テイクアウトも可能なのでモーニングの用途でもおすすめです。朝食にはバリエーション豊かなホットサンドが人気とのこと。注文を受けてから焼きたてを出してくれますので、その点もおすすめです。定番のハムとカマンベールから珍しいトリュフバターと温泉卵のメニューやキューバサンドもあります。ホットサンドはもちろんのこと、トーストメニューも豊富なので、そちらを注文するのも良さそうです。さらに自家製スイーツもございます。濃厚滑らかプリンをお目当てに訪れる方も多いとのこと。そして先ほどちらっと映したんですけれども、常時7種類ありますアイスクリームもおすすめになっていますので、そちらをトッピングしてみるのもいいかもしれません。そして何といっても自慢なのはコーヒー。世界から厳選した豆を自家焙煎し、ハンドドリップ、そしてエスプレッソはダブルショットで提供され、しっかり味と香りを楽しむことができます。その中、この日は元祖レインボーラテとホットサンドのクワトロチーズをオーダーしました。やはりレインボーラテアートは抜群。東京都内でおそらく700件ぐらい巡っている私でも、このレインボーアートに巡り合ったのはここは初めてでした。そんなラテの注文の仕方は少し特殊。まず苦味や酸味の好みで豆を選びます。続いてカフェラテの種類をスタンダードなカフェラテやラズベリーホワイトモカなどの4種類から選ぶことができます。そしてお待ちかねレインボーラテアートは白か黒から選ぶことができます。この日は私は白を注文したんですけども、また改めて訪れる際には黒も注文してみたいです。そして提供された時点ではまだエスプレッソは投入されていません。ですのでご自身でエスプレッソを入れていただいて、こんな形でかき混ぜていただくことで完成する、そんなラテがレインボーラテアートになっています。ぜひ先ほどご紹介したようなホットサンドやプリンと合わせていただいてみてほしいです。続いては一風変わったお店をご紹介。とはいえ有楽町らしいお店でもございます。こちらはノムのエクスプレス。
日本初のセルフスタイルワインバーとして話題を集めています。ここ飲むのエクスプレスでは、飲むのの特徴でありますワイン定額制で飲み比べ、食べ物の持ち込み自由のコンセプトはそのままに、駅中向け新業態として30分からの定額飲み比べ放題プランが用意されています。そんなワインが魅力のお店ですけれども、今回ご紹介したいのは元祖ボロネーゼ専門店ビゴリの本格パスタ。高級店でよく使用されますビゴリの生パスタ。そんな生パスタはコシがあってもちもちとした麺、無添加にこだわったソースとよく絡む絶品になっていました。そんなワインとパスタがいただけるこちらのお店、有楽町の高架下にあるお店でございまして、オールスタンディング形式のお店です。東京駅付近で用事があった際に少し時間が空いてしまうこともあるかと思うんですけども、こういったガード下のお店で少し時間を過ごしていただいて東京を堪能するというのも個人的にはおすすめでございます。小さいお店ながらワインの種類も非常に豊富でございましたので、ぜひ30分の飲み比べの中で気になるものから順に試してみてほしいです。また先ほどご紹介したパスタ以外にもおつまみ系のメニューはございますので、パスタではなくワインだけを楽しみたいという方にも十分に楽しめるような空間作りがされています。さて今回ご紹介していきたい生パスタ、無添加を実現する昔ながらの製法で作る特殊な生パスタになっていますので、風味が損なわれやすいとのこと。そんな損なわれやすい風味を表現する言葉としてよくご紹介されていますのが、賞味期限が10分という点。提供後すぐにいただくのが特におすすめです。味は全部で4種類。基本となりますこちらのオリジナルの他には、芳醇な香りの芳醇トリュフ、完熟卵を丸ごと2個使用したトマトミックス、ケイジャンを使ったピリ辛なメキシカン、そんなメニューからセレクトしていただくことができます。そしてもう一つの注目がグラナ・パダーノを削った熟成チーズのトッピング。その中でも麺が見えなくなるまでトッピングした鎌倉にて今回は提供いただきました。これだけ贅沢にチーズをいただくこともないかと思いますので、ぜひその見た目も含めて味わってみてほしいです。香り高いチーズもとても魅力的。それだけでも満足感が高いです。そんな鎌倉トッピングは550円でいただくことができます。さてもう一つ、この日は芳醇トリュフの方も注文しました。まず芳醇トリュフの方の味をご紹介しますと、トリュフの香りを十分に感じられる大人の味わい。この鎌倉トッピングのチーズから少しフォークで持ち上げていただくだけでもトリュフが存分に香ってきます。そんなトリュフで満たされた口の中に広がった塩気をワインで流し込むことで、口の中の風味もより広がっていきます。先ほどご紹介したオリジナルの方はボロネーゼの特徴だと言えます肉の旨味がギュッと詰まったまさにワインに合う味わいでございました。麺の噛み応えも相まって今回 S サイズでいただいたんですけれども、満足感が高かったです。そんなサイズはこちらの S サイズから4倍の XL サイズまで5段階。ぜひご自身の意図相談して注文してみてほしいです。また Google のレビューを投稿することでこちらのワイナリーこだわりのグレープジュースもしくはワインをいただくことができますので、ぜひ投稿してパスタと一緒にお宅に味わってみてほしいです。ぜひこの隠れ家的な空間と一緒に楽しんでください。そして最後にご紹介しますのはこちら銀座カフェさんでございます。2022年10月にオープンした銀座の新しい隠れ家カフェです。ヘルシーランチや自家製スイーツを楽しみながら安らぎのひとときを。そんなコンセプトの店内は銀座にいることを忘れてしまうような居心地の良い空間です。あなたにとってのもう一つのお家となるようなカフェを目指しているとのことです。洗練された家具やカトラリーなど一つ一つがおしゃれかつ高品質な空間。料理やドリンクはもちろんのこと、提供される食器などを含めて高級感あふれる体験をすることができます。また席の間隔も結構ゆったりしていますので、作業向けにもお勧めできるような空間でした。地下ではあるものの Wi-Fi も完備されていますし、電源もある点もおすすめです。銀座の地下というと結構敷居が高いようなイメージかと思うんですけども、居心地の良さは抜群でございますので、身構えずに入ることができるというのも大きな魅力です。さて注目すべき点の一つは、上質な旬の食材を使った料理の数々。可能な限り有機栽培などの体や環境に優しい食材や調味料を取り入れてヘルシーなメニューを提供してくれています。またいずれのメニューに関しましてもオーダー後から丁寧に調理されますので、味付けや香り含めて抜群です。
スイーツもおすすめで、こちらの自家製スコーンは砂糖不使用。味はプレーン、チョコチップ、抹茶ホワイトチョコなどがありまして、続々と新メニューも登場していますので、皆さんが訪れる際には新しいスコーンも誕生しているかもしれません。店内はモバイルオーダー制。こんな形でお手元でメニューを確認していただいて、写真付きで確認することができます。またアプリ上では翻訳することもできるかと思いますので、外国人の方々にとっても嬉しいのかなと思いました。先ほどご紹介したスコーンの他にも、スイーツとしましては、しっとり濃厚でコーヒーや紅茶、レモネードとも相性がいいチーズケーキだったりとか、上質なコーヒーで有名なミカフェイトさんのコーヒーを使用したティラミスは大注目でございます。そして忘れてはいけないのが素材にこだわった厳選ドリンク。先ほどちらっと触れました高品質なコーヒー豆で有名なミカフェイトの豆を使ったコーヒー以外にもたくさんのメニューが注目です。またカフェということでスイーツやドリンクメニューがメインになってくるんですけども、フードメニューも比較的充実しています。今回注文しました鶏もも肉の香草焼きだったりとか、粒マスタードとハーブソーセージの盛り合わせに関しましては、量こそ多くはないものの味付け含めてとても美味しかったです。こちらに関しましてはビールのおつまみにも合いそうだったので、アルコール類と一緒に注文していただくと良さそうです。そんなアルコールメニューに関しましてもウイスキーが特に充実していました。一方でワインやビールなどもありますので、一次会を終えた後の夜カフェとして利用することもおすすめかもしれません。こちらは粒マスタードとハーブソーセージの盛り合わせです。こんな形でおつまみライクにいただいてお酒とともに楽しんでいただくのも良さそうです。お店の営業時間は平日は9時から夜の11時まで、土曜日は朝の10時から夜の11時、日曜日祝日は朝の10時から20時までやっています。こちらは先ほどもちらっと触れました生ベイクドチーズケーキ、そして手作りティラミスです。ティラミスに関しましてはペロリと食べられてしまいますので、見た目に反してとても食べやすかった印象でございます。こちらのベーシックなティラミスの他にもティラミススコーンなんかもありまして、そちらの方は580円とこちらのティラミスよりも少しお安くいただくことができました。他にはカッサータというシチリアの伝統的なスイーツの提供もありまして、そちらも少し気になったんですけども、また訪れた際には注文してみたいなと思います。他には紅茶のシフォンケーキですとか、やめ抹茶のモンブランなんかもございました。いずれのスイーツに関しましても紅茶またはコーヒーと合わせていただくのが良さそうです。コーヒーはエスプレッソドリンクを中心にいただくことができまして、デカめの提供もございました。一方で紅茶に関しましては、ベルニスティー、アッサムティー、アールグレイティーだったり、ユズグリーンティーなど様々な種類がありましたので、飲み比べをするのもいいかもしれません。他にも宇治抹茶ラテの提供もありましたので、少し甘めのドリンクをいただきたいという方にもおすすめです。また、アルコール類先ほどご紹介しましたけれども、ノンアルコールの種類もありました。例えば、果実系のノンアルコールドリンクもありましたし、スパークリングのノンアルコールもありました。あとはソフトドリンクも充実していまして、カカオ生コーラだったりとか、アップルジュースやオーガニックのオレンジジュース、他にもきなこラテ等のメニューもございました。あとはビールだったりワインの種類も豊富でございます。種類こそ多くないものの日本酒の提供もございました。あとはウイスキーやカクテルがおすすめになるかもしれません。おつまみ系のメニューとしましては、枝豆や生ハム、チーズ、ブッラータと季節のフルーツなんていうメニューもございましたので、お酒のおつまみとしていただいてみてほしいです。加えて食後におすすめしたいのがフローズンドリンク。今回は生いちごシェイクと黒ごまスムージーをいただきました。他にもチョコレートミルクフローズンだったりとかコーヒーフローズンなんかもございました。これからの夏の季節には抜群なメニューになってくるかなと思いますので、ぜひ注文してみてください。テイクアウトも可能なようでございました。テイクアウトも可能でございまして、この他にもフルーツを使ったフレッシュなスムージーもありましたので、テイクアウトをして銀座の街を歩くというのもおすすめかもしれません。以上、今回は銀座有楽町2024年最新カフェ6選としてご紹介しました。いずれのお店に関しましても銀座という立地を生かした新しい取り組みが特徴的だったかなと思います。特にクリスピークリームドーナツさんなんかに関しましては、モーニングでドリンクを頼むだけでドーナツついてきますので、あまり時間がなくてサクッとご飯をいただきたいというサラリーマンにもおすすめです。また、レクサスミーツさんに関しましては、とても素敵な空間でありながら結構穴場的にも利用できましたので、まだ人が混みすぎていない今のタイミングだからこそ訪れてほしいような、そんな店舗でございました。あとは途中でご紹介しましたロアコーヒーさんのレインボーラテ。おそらく日本でもここ以外で楽しめる機会は多くないと思いますので、ぜひとも訪れていただいた際にはテイクアウトでもいいので注文してみてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。